今日はゴーヤのさっぱり漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はゴーヤのさっぱり漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜ゴーヤを使った簡単で美味しいレシピをご紹介していきます。今回ね、さっぱり漬けということで、めんつゆとポン酢で手軽に作っていきたいと思います。ゴーヤの苦味を抑える方法などもご紹介していきます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ゴーヤ、めんつゆ、ポン酢、お水、お砂糖、ごま油、唐辛子、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回めんつゆとポン酢で簡単に味付けをしていきます。めんつゆは今回2倍濃縮を使ってます。3倍濃縮、4倍濃縮とかいろいろあると思うんですけれども、3倍濃縮、4倍濃縮の場合はだいたい大さじ1から大さじ 1.5 ぐらいで OK です。味の濃さにね、お好みがあると思うので、もししょっぱくなりすぎてしまった時はお水を加えて薄めてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずゴーヤから切っていきます。ゴーヤはですね、まず半分に切ります。そして縦に切ります。はい、このように縦半分に切ってください。1本丸ごとやってもいいんですけれども、1本だとねちょっとやりづらいので半分に切りました。こちらをやり方はお好みで OK です。そしたらですね、ティースプーンなどを使って中の綿とあとは種を取り除いていきます。綿の部分に結構ね苦味があるので、綿もしっかりと取ってください。はい、じゃあこちらも同じように取っていきます。はい、OK です。そしたらですね、こちらを 3mm から 5mm 幅で切っていきます。厚めがお好きな方はね、厚く切っていただいても OK です。手を怪我しないように切っていきましょう。はい、ゴーヤはこれで OK です。それではね、片方も同じように切っていきます。はい、OK です。ゴーヤはこのようにスライスしてください。そうしましたらここに塩を振りかけます。はい、そして全体に塩を絡めます。で、軽くね、こうやって揉み込んでください。はい、OK です。このように塩を絡めたら、こちらをこのまま10分置きます。そしてゴーヤの苦味を取っていきます。それでは漬け込んでいる間にまず唐辛子を切ります。キッチンバサミで半分に切って、そして種を取り除きます。で、あとはこれを輪切りにしていきます。元から輪切りになってるものもあるので、そういったものを使っていただいても OK です。で、あとね、辛いのが苦手な時はこれは入れなくても大丈夫です。はい、唐辛子はこれで OK です。もし辛いのが苦手な場合はこちらは省いていただいて OK です。では続いて漬けだれを合わせておきます。まずめんつゆ、そしてポン酢、そしてお水、あとはごま油、そしてお砂糖も加えます。で、これをよく混ぜましょう。はい、お砂糖がしっかり溶ければ OK です。で、ここで一度味見をしていただいて、味の濃さを調整してください。味の目安としては仕上げたい味の濃さになってれば OK です。それで調整してみてください。はい、10分経ちました。こちらはですね、水洗いしなくて OK です。こちらはこのままにしてさっと湯通しします。そうすることで苦味が抜けてとても美味しい仕上がりになります。はい、ではね、今からゴーヤを湯通ししていきます。お鍋にお水を張ってまず沸騰させます。はい、水が沸騰しました。そしたらここにゴーヤを入れます。はい、全部一度に入れちゃいましょう。やけどしないように注意してください。はい、そしてこれでね、再沸騰するまで一度待ちましょう。はい、再沸騰したら OK です。そしたら火を止めて湯切りします。はい、このように湯切りしました。そしたらキッチンペーパーでね、やけどしないように水分を拭き取ってください。はい、OK です。このようにね、色も鮮やかになりました。で、あんまり茹ですぎるとゴーヤのシャキッと感がなくなるので、だいたい20秒前後ですね。そのぐらいしたら火を止めてざるにあけてください。それではね、保存容器の中にゴーヤを入れます。はい、で全体に広げます。そうしましたらここに作っておいた漬けだれを入れます。
あとは唐辛子ですね。そしてさっと和えましょう。で今回ねこうやって保存容器の中でやってるんですけれども、ポリ袋とかジップ袋に入れて漬け込んでいただいても大丈夫です。それではね表面にキッチンペーパーを貼り付けます。でしっかりと染み込ませましょう。でそうするとね上の部分にもしっかりと味が染み込みます。はい、 OK です。それではね一旦このまま粗熱を取って、その後冷蔵庫で1時間漬け込みます。ゴーヤが温かいうちにこうやって漬け込んでいただくことでしっかりと味が染み込みます。それでは粗熱を取って漬け込みたいと思います。はい、1時間漬け込みました。それではねキッチンペーパーを取ります。はい、こんな感じでねしっかり味が染み込んでます。これで完成です。はい、これでゴーヤのさっぱり漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染み込んでシャキシャキに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうすごくさっぱりしてますね。かつゴーヤの苦味もねほとんどないです。なんかほんのりやっぱり少しねゴーヤの苦味というのがあるんですけれども、それがね程よいアクセントになってとても美味しく仕上がってます。ピリ辛加減も結構いい感じですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のゴーヤのさっぱり漬けのポイントです。まずゴーヤなんですけれども、薄切りした後に塩をまぶしてそのまま10分置いてください。そしていただくことでゴーヤの苦味を取ることができます。さらに10分経ったら一度湯通ししていただくことでゴーヤのシャキシャキ感を残しつつ、かつ苦味もねこれでさらに取ることができます。で湯通しした後はねやけどしないように水分をきちんと拭き取るようにしてください。そして味付けについてなんですが、今回はめんつゆとポン酢で作りました。めんつゆに関しましては何倍濃縮とかいろいろあると思いますので、一度味見をしていただいて、もし味が濃い時はお水で薄めて、逆に味がちょっと足りないなっていう時はお好みでめんつゆかポン酢を加えて味の調整をしていただけたらと思います。そして今回唐辛子を入れてます。結構ね1本でもピリッと辛いので、もし辛いのが苦手な方はこちらは入れずに作ってみてください。であとはね粗熱を取ってその後冷蔵庫で1時間漬け込むだけなので、とても簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はゴーヤのさっぱり漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。